日本庭園の方は完成度を高くしていきたいと思ってます。ここから池の方に水を注ごうかな。で穴開けました。パッと池を見せて漁協としてこの世界を一応ですね、大まかな骨組みは終わって、気持ちをちょっと今度はソフトに切り替えてこう繊細的にやっていくんで、今径をこれから作っていくんですけども、植栽に関しては防草シート引いて、それでやっぱり雑草を抑えたいんですね。でその上に黒土を入れて、で苔を張るという形に。あとは植物はほとんどここの植物を使いたいと思ってます。結構下草もそれから植木なんかもあるんで、それを全部組み合わせながら入れていきたいと思っておりますし、ただあと池の部分もちょっと渡りとかで、ちょっと打ちたいなと思ったりで、今玄関前なんかも庭に入っていくとこの仕上げ、そこのつなぎをちょっと乱張りでこう貼っていこうかなとか、だからちょっとやることが今度は結構あるんですよ。全体的な色合いを見ながらこうちょっと抑えていくということで、最後全部がある程度終わった時点で池の掃除して、池の中の流れのそこには化粧砂利をちょっと撒いていこうかなとは思ってます。はい。であと大きなやつではもう井戸の水源から水を持ってきて、それからあと循環ポンプやるんで、電源も近場にコンセントを設けてということは、そういうのはちょっと予備でやっていかないといけないんですけど、はい。そうですね、今から玄関側の右側なんかもソテツがあるとこもちょっと化粧しないと仕上げ的にはまとまらないかなと思って、ちょっと他の部分も手を加えるところが出てきちゃってるんで、日本庭園の方は一応完成度を高くしていきたいと思ってます。これこれね、ちょっと手水鉢自体をちょっとどこで使おうかなと思ったんですけど、ここにちょっとつながりの水引いて落として、ここから池の方に水を注ごうかなと。で穴開けました。直水鉢って石に穴を開けて手を洗ったり水を活用する。で茶庭なんかっつったら、これをこう儀式的に揃えたのがつくばいという、これだけはいろんな蝶子鉢といって人工的に形にして
上手鉢もありますし、最初はちょっとこの空間自体もっと塀をこの辺ぐらいまで思ったんですけど、ちょっと空間上げたってここもつながりとして塀をちょっと演出したいなと思って、ここから入ってくるんで上手鉢を使ってちょっと庭の前振りみたいな感じ、ここから滝口から水を持ってくると、誘導してくると、ちょろちょろっと落ちた水が向こうに流れる、マダケを使って確実かに導いてくるやつですね。ちょっとこんな感じですか。こんな感じ。この辺はもう植栽しちゃうんで、植栽の樹木の中から竹がこう出てきて、池の方にどうしても水が浸透して、この水自体向こうに流してちょろちょろ排水系で、穴を開けました。基本的にちょっとここにあるものを既存の植物をいいね。でもう一つだね、こっちの方がこっちから見たらもうちょっと離した方がいいかな、この辺に。そして土をあまりにもしついて、また
finishing. Okay. そうですね。一応向こうが入り口になるんで、こっちから入ってきた。ここでまずパッと池を見せて、この漁協としてこの世界を、蝶々鉢がかかって滝の流れてきた水から蝶々鉢を持ってでこちらの方池の方に水が流れていくという映像、入ってきた時点でここを見せる。で、これもほとんど下草も何も大村も今ちょっとこうやって切り替えるんでごついんですけどね、もう相当年数経った大村がね、この幹を見せるというか、上の方は来年きれいに実りがついちゃうんで。もうすべてここにあった植物を全部使ってます。そうです。もう移植したりでちょっと回って使えるものを全部入れました。これ一応昔なんかもちょっと土手から水が湧き水から違う手なんかを洗うような感じで、そんなようなイメージで、水が出ればここに伝わってここに。この雨水が池の方にまた戻ってくる。噴火穴もね、こちらの母屋の方のから余ったからこれも台風修復から屋根を修復した時に余ったやつで、お客様の方からここにあるものを全て使っていいという要件で、そうやって使わせていただきました。でこっちアクセントしてちょっとこっちはもう小葉積みでこういう雰囲気を。でここちょっと一応ですね段差が開いたんで、これと同じような質を頑張りをここに貼ってちょっと。ただやっぱり普通の貼り方じゃなくて面を大きく開けてちょっと粗いような感じでこちらの方で、どうしても今までパーンって目立ってた竹口をできるだけそういううっそうとした中から水の流れが出るように全部寄せられて、あそこはちょっと緑濃く雰囲気。あちらの方で未生で持ってきた松が鉢をずっと整備しました。それをメインに
これはもう流木をちょっと今まで、集めてきて、それをちょっとまあ苔が主なんで、流木なんだけど苔っていうのが結構雰囲気的にあるので、あえて今まであまり流木を使って入れるっていうことは日本伝統の中にないんですけど、まああえて流木を入れました。あ、これも昔の石臼、それも出てきて3つ出てきたんで、石臼、そうだよね、石臼。それをちょっと向こうの渡りとして入れて、これは井戸です。この建物の裏に井戸がありまして、それをポンプアップして一応ここからずらーっと持ってきて、一応ただ今まで水道水だけで使ってたんで、だけど植木の散布それからあと苔なんかも入りますから、冠水関係はまあ近場に一応作って水質も調べましたら、植物には悪くないので。そうですね、いろいろちょっとここで冠水、それから池に保水するための水です。それを循環していくという形になってます。これが水源なんです。ちょうど建物の真裏なんですね。結構水位も高いんですよ。2メーターぐらいで、深さが4、5メーターぐらい、今の水位ね。だからこれを今このポンプでそうちょっとね、前のポンプが故障しちゃって、まるっきり長年使ってなくて全然いかなかったので、まあこのポンプで全部配線し直して、もう池の方に持っていこうという形で一応新しいポンプをしました。でこれもちょっとここのアクセント、これはもうそんな本式に渡るって結構軽いような感じなんですけど、これも渡りとして開封的ちょっと回れるようなアプローチとして、まあこれも結構苔が入るとこの慌ただしいとこちょっと入れ方が結構苔と合うからというような感じで、だからこの石なんかも、この切り石なんかもほとんどここにあったやつで、ほとんどがだからちょっと買ったっていうのは石なんかでも購入したっていうのが延べ段の石と、それからあと六宝石、伊勢五郎、ほとんど出てきた石を使ってますから、これはちょっと土はここの土だけはもう雑草の根が結構入ってるんで、ですから一応ここ地盤自体に防草シートを引いて押さえて、それから一応黒土を入れて、でその上に今度は赤玉やって苔という形になります。そうですね。だからあと今池の底とか流れがまだきれいにしないっていうのは、まあ今植物なんかを全体的に植えてこの中入ったりするんで、最終的に冠水やった時にまた池の方に水が流れて土が流れたり、そういうのをちょっと確認したいんで、まあそれで落ち着いたら流れを初めてきれいな水質にしたいなとは思っているんですけど、じゃあこれからちょっと苔を
の準備をやっていきます。